そのボタンを押すと100万円が出てくる。その代わり5億年間何もない空間で過ごさなくてはならないというバイト。しかし5億年経った瞬間、記憶は消され元の状態。一瞬で100万円というバイト。何でちゅかこれ。これってまさか。え、ここで5億年。嘘でちょ。トニオの5億年の認識は甘かった。最初のうちは周りをうろついたり走って出口を探していたが、じゃあ道もこうなったんでちゅかね。出口はどこにあるんでちゅか。行けども同じ景色が続くだけでちゅ。トニオは走り続けた。疲れたら休み、また走った。結局丸3日走ったところで出口などないという簡単な事実がようやく分かった。何なんでちゅかこれ。今頃お姉ちゃんたちは心配してないでちゅかね。帰りたいでちゅ。家族のことや友達のことを考えながら最初の1週間を過ごした。3ヶ月後、この場所がものすごく長期なものということにだんだん気がつき始める。お腹も減らないし特に苦しくもないが、何か漠然とした恐怖が襲ってくる。何か寂しく、遠くを見てこれからの生活を悔やむ。半年後。ポン。あ、左手の勝ちでちゅ。一人じゃんけんを開発。この場所で前向きに生きようと努力。一人でできることをコンセプトに時間つぶしを追求しまくっていった。ある時は抜いた歯を投げ、自分でまた探しに行くという寂しい行動をし続け。しりとり、リンゴ、ご飯ですよ。夜型人間。あ、運がついちゃった。またある時は一人しりとりを遂行し、ある時はタイルの溝からはみ出ないように歩いてみたり、溝を指でなぞり続ける日もあった。毎日とにかく暇を潰す。何かしていないと本当にやることがない。気が触れてしまう。飽きては開発し、飽きては開発しを何度となく繰り返した。そして10年後、トニオはヒューマンビートボックスを習得していた。さらに目を閉じた世界で自分でミュージックビデオまで想像して制作し、それに自ら浸っていた。これはしばらく続けていたが、やがて飽きた。50年後。こんなことばっかりしててもしょうがないでちゅね。やっぱり体鍛えないと。トニオはシャドーボクシングを始めた。一心不乱に毎日来る日も来る日も。100年後、200年後。どうも腕のひねりが甘いでちゅね。改良しないと。300年後。修行してる最中だけは何も考えないでいられるでちゅ。400年後。今の感覚なんかつかめてきたでちゅ。トニオの技に磨きがかかっていった。そして500年後。一のトニトニハー。だいぶいい技が放てるようになってきましたね。次は三の扇電撃大貢献。
奈良の奥義爆裂波動砲。なかなかでちゅ。600年後。今日も仮想の敵を出して戦ってみましょうか。まずは3人くらいでいいですかね。さあ来るでちゅ。まずはこう来たら効果はしてトニトニからの、ここで横から回ってきた敵を爆裂波動砲。その後ろにもいたでちゅか。電撃大攻撃。まあ楽勝でちゅね。700年後。最初は楽しかったんですけどね。トニオ、また今日も修行休む気？なんかもう飽きてきちゃったんでちゅ。まあトニオは飽き性だからな。もう僕に構わないでくだちゃい。構うなって言われたって気になるわよ。どうせ想像なんでちゅ。ジャミちゃんもスネコちゃんも。またその話か？何言ってるの？ほんと大丈夫？トニオ、あんたほんと最近変よ。私たちが想像ですって？どれだけ本物に近いリアクションしたとしても、どうせそれも僕が想像で作り上げたジャイミちゃんとスネコちゃんなんでちよ。もうわけわかんないこと言ってないで一緒に遊びましょうよ。ほらほら立って。そうだぞ。せっかく南国にいるのに遊ばないなんてもったいないと思わないのか？この雄大な夕日を見てみろよ。ほらね、なんか偽物臭いんでちゅ。もういいでちゅ。秋待ちだから。これはちょっと何なのよ。何が起こってるっていうの？全部どうせ僕の想像なんでちゅ。虚しいだけでちゅ。5億年ボタン公式菅原草太のショートショート。900年後。トニオは何もしなくなっていた。何度となくボタンを押した自分の愚かさを後悔する。現実で生きていた時間よりこっちで生活していた時間の方が大幅に長くなってくる。もう十分途方もない長い時間の辛さが分かったようだ。そして1000年後。だいぶ長いこと生きたでちゅ。あと何年くらいこうしていればいいんでちゅか。あと4億9999万9000年。頑張れトニオ。そしてまた途方もない時間が流れる。来てから12066年。トニオはもはや考えるのをやめていた。しかし死ぬことはもちろん意識を失うことはできない。12066年。時間を1秒1秒じっくり認識させられながら生きている。また限りない時間が流れる。504万9272年目のある日、突然トニオの頭に哲学的な疑問が走った。一体
ここはどこなんでちか？宇宙の中なんでちか？それとも宇宙以外の場所なんでちか？僕は前いたところに何で戻りたいんでちょ。昔いたあの場所って一体何だったんでちか？僕は昔何も考えず普通に毎日あの町で日常を生きてきたでちゅ。だけどそこは一体何でありどういうところなのか僕は知らないじゃないでちか。そもそも宇宙って一体何だったんでちか？そんなわけのわかんない宇宙の中の地球の表面で生まれてちょこっと生きて死んでいく僕という生物の存在は一体何なんでちか？トニオはボーカルも含め一曲丸々想像し、自分の脳内でリアルタイムにミュージックビデオが作れるようになっていた。5億年ボタン。はちにゃんこでチュース。今週もおまけのアドリブコーナーの時間でちゅ。前回に引き続いて今回も5億年ボタンみたいな他のボタンを考えてみるでちゅ。はいじゃあイミ、総合格闘技の選手にグローブなしで本気で顔面パンチされるんだけど、終わった瞬間に記憶が消えて1000万円もらえるボタン。なんでそんなに痛いものしかないんだジャイミは。どんなもんなんだろうな、そのそうね痛さっていうのはな。やっぱちょっとくぼむんじゃない？くぼむ、うんやだな、絶対嫌やだよ。でも大丈夫、こうやって横からまたこうやって押せば戻るわよ。なんだよその理論。聞いたことね大きいわよ、だって大きいけれど。どう博士、そうだな1000万ちょっと妥当？いやー、頑張って3億当てたい。まあそれは確かにそうよ1000ね。ボタンの話どこ行ったんだよ。顔痛いな。難しいよ。いやでも1000万だろう。だって今後その後顔の形が変わりながら生きていくんだぞ。でも1000万あったら整形できるわよ、きっと。プラマイゼロじゃねえか。じゃあいいよ。しないよ。ぐらいよ。ないよ。わしもう一個できたぞ。お、
なんだ博士。何？人生が巻き戻りボタン。おこのボタンを押すと世界が逆再生になるんじゃ。どういうこと？どんどん若くなっていき、人生をどんどん巻き戻っていって、赤ちゃんになって終わるんじゃ。あ、なんとかバトンだ。知ってるわベンジャミンなんとかだ。どうじゃ。すげえ、どうかな。私すごくそういう場合に思うことがあってさ、なんじゃ。じゃあ一回自分の体内から出てったさ、おうはさ、戻るってこと？いやーで、口から食べたものも戻っちゃうってことなのかな。やめてくれよ。それすごい気になってんのよね。なんか不思議だよな。口って出すのは抵抗ないけど、入れるって思うと急に嫌だな。急にちょっと嫌よちょっね。と嫌だな。女性声優がうちの話をしてはならん。大丈夫、きっとここはバキュン入ってるわよ。そうだな、バキュンバキュンだよ。なんとかバトンとかベンジャミンなんとかとかももう全部バキュンだよ。大丈夫だ。スネ子はもう一個ないのか。なんだろうな、なんだろうな。でもなんだろうな、いいのないかな。じゃあどうしよう。今ないです。ない？かないの？じゃあ私あるわよ、まだ。何じゃあみノコギリで切られて、なんでそんなベロ引っこ抜かれて、豪華に焼かれて、針の山で串刺しになって、釜で5億年間茹でられるんだけど、記憶が消えて100万円。安いよ。 100万なんで全部ジャイミのやつ痛いの。痛いの。しかも今回なぜか安いな。本当だよ。そうね、確かにちょっと。なぜだ。まあでも記憶が消えるってところがやっぱミソだから、もう消これは何もこ後遺症が残らないってことになってるから、やっぱまあ100万円ぐらいかなっていう。いややだな。バイオレンス地獄。きちいよきちいよ。ということでそろそろ締めるか。オッケー。終わり。終わり。の話で盛り上がった時はどうなっちゃうかとハラハラしたでちゅ。ほんと気をつけてくださいね。放送できなくなっちゃいまちゅから。あとジャイミちゃんのアイディアは釜で5億年間茹でられてる時点でどう考えても普通の5億年ボタンの方がマシじゃないでちゅか。それではまた来週。哲学的に悩んだ僕トニオが宇宙について深く考える難しいお話でちゅ。次回スリープッシュ大統一馬理論でちゅ。お楽しみに。見てくれなかったら花割り箸で貫通よ。そのセリフ5億年ぶりに聞いたわ。ビバップかよ。